ハロー YouTube! はい、今日はですね、速いフレーズの練習方法、こちらについてシェアハピしようと思います。なんかこう、あるじゃないですか、こう、音ギューって詰まってる、こう、みたいな。それなんか別にどんなジャンルでもあると思うんですけど、そもそももう速いフレーズが吹けるようにするにはどうしたらいいのなんですけど、これはもう練習するしかないんですよ。これは。いや、もうちょっと、そういうのを見に、ちょっとこの動画開いたんちゃうしとか、言われるかもしれないですけど、もうね、練習以外ないんですよ。じゃあ、練習以外ない、じゃあね、みたいな。そういうわけにはいかないんで、じゃあどうやって練習したらいいのかということなんですけど、これはですね、遅いテンポで練習をする。以上です。いや、みたいな。いや、他にあるんやろ、裏技みたいな。思うじゃないですか。でもないっすね、これは。じゃあ、その遅いテンポで練習するしかないって、言ってますけど、ちょっと詳しく、深掘りしていこうと思います。はい、じゃあ、順序ですね。順序。はい、まず、1、音を確認する。2、ビビるくらいゆっくりのテンポから練習する。3、徐々にテンポを上げていく。です。はい。じゃあ1のね、音を確認する。これメトロノームなしで、例えば、どこにシャープついてんのか、どこになんかフラットついてんのかとか、なんか臨時記号はとか、休符はとか、ちょっとそのあたりをね、じっくり確認していただくということですね。で、ちょっと上手な人は、さらに例えばどこにタンギングつけるとか、どこになんかアクセントつけるとか、そういうアーティクエーションもこの時に考えるっていうか練習する。で、次にゆっくりのテンポからやる。もうビビるくらいって言ってんのは、これはなんか例えばなんですけど、120のテンポがあったとして100くらいでやりましょうとかじゃ、なんかそういうことじゃなくて、もう60くらいとか、もう倍くらい遅いテンポからやるみたいな。で、この時に絶対メトロノーム使ってほしいんですよ。メトロノームってね、正確なんですよ。それはそうやと思うんですけど。で、自分で例えばこう足で踏むなりしてこうテンポ取ってても、これ自分の都合でテンポ変えれるんですよね。自分に甘いっていうか難しいところはちょっとゆっくりなってまうしみたいなあるんで、メトロノームで確実に合わすこと。で、その確実に合わすって一体どういうことかっていうと、フレーズがあって、ここはメトロノームに合うけど、ここ難しいからちょっと合わないみたいな、指遅なってまうとかあるじゃないですか。でもこれは要はできてないんですよ。難しい部分もメトロノームにちゃんと合わせられて、全体的に同じテンポでずっと進めるかっていうのがポイントになってくるんですよね。だから言ったら、このフレーズがあったら一番難しいところに基準を置いてテンポを設定していくっていうことですね。ちょっと話それるんですけど、なんかこのテンポでなんか曲の雰囲気覚えてるから遅いテンポでやったら吹かれへんわってなるんですけど、なんか言う人とかいるんですけど、それはね、もうこれもはっきり言いますけど、これは適当に吹いてますって言ってるようなもんなんですよ。ゆっくりのテンポで吹けないと、速いテンポって吹けないはずなんですよね。速いテンポやから吹ける。ゆっくりテンポやから吹けない。これは正確には吹けてるとは、言えないんじゃないかな。はい、次3。徐々に上げていく。で、これは、さっき2の時に、ゆっくりのテンポでやってみたいなの言ったと思うんですけど、こっから徐々に、メトロノームの数字で言えば10前後で、じっくり上げていくんですよ。で、その一回一回上げていく
ところ、例えば60から72になった時に、72でも確実にやっていくんですよ。止まらないでいけるっていうのがポイント。止まったらアウト。それはもうできてないってことやから。で、80。で、これも絶対止まらない状態でいける。っていうのをやるっていうことですね。はい。ということで、ちょっとね、私も実際練習していく過程をちょっと撮ってみようと思うんで、今回はね、チャーリー・パーカーのオムニブック、ね、ナウザタイムのところからこうね、取り出したんで、これね、まあ、チャーリー・パーカーはね、めっちゃ、すごい細かいフレーズわーってやるんで、まあ、非常に練習になりますね。ちょっとこちらを取り上げてみました。はい、では、行ってみようと思います。どうぞ。はい、どうも。はい。じゃあ、今から、やっていこうと思います。チャーリー・パーカーの、この、ちょっと、フレーズですね。アクセントを、つけてるんですけど、これは自分でチャーリー・パーカーの方にアクセントつけてるなっていうのを、ちょっと耳コピしたやつですね。で、音自体は、チャーリー・パーカーのオムニブックの、74ページを、3段目を見てくださいとかっつって。先生っぽく。はい、もうさっとやりましょう。じゃあまず、1番の音を確認するっていうとこですね。これね、私ずっと前練習したことあるっちゃあるんですけど、もう何年も前なんで、ちょっともうガチ練習かもしれないですね。テンポは、これ完成は132なんですよ。その楽譜に書いているテンポは132なんで、できればここまで持っていきたいかなみたいな、そんな感じです。はい、じゃあ、1の音を確認する、というところですね。ちょっとやってみますね。いや、いいや。で、アクセントついてるんで、アクセントのところにタンギングをするということですね。なんで、アクセントのところにタンギングしたらいいかっていう話は、以前の、動画を見てください。で、このアクセント以外も、ちょっと音ちっちゃめに吹く。だから、アクセントで強調されればいいんですけど、強調される部分はより強く、そして、それ以外の部分は弱く吹いたら、差がつくじゃないですか。こうやって吹けるかどうかっていうのも、これも、技術のうち。はい、じゃあ、大体、把握したところで、2、びっくりするぐらいゆっくりのテンポでやるということですね。で、この練習するときに、4拍ずつにアクセントつける設定あるんですけど、それやった方がいいんですよね。だったら、カチ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 ってやったら、そのカチが一拍目に来るから、小説の中の。だから、ずれてるかどうかが分かりやすいじゃないですか。その小説を常に感じながら、1、2、3、4、2、2、3、4。ちょっと遅いな。2、2、3、4という具合でね。じゃあやってみようと思います。難しい。
まあこれすぐできましたけど、だいぶかかると思うんで、これまあ別に、じゃあだいぶってどんくらいなんてなったら、結構、一日がかりで、まあ、かかっても、それは全然おかしい話じゃないと思います。で、ぶっちゃけ、この2のゆっくりのテンポをやるだけでも、速いフレーズを吹ける練習においては、ぶっちゃけ 50% ぐらいは効果あると思うんですよね。ゆっくりのテンポ、これくらいゆっくりのテンポで、まあ、やると、音が把握ちゃんとできるようになるし、ゆっくりでしっかりこう動かすっていう、練習がまあ要は大事なんですよね。そこが大事っていう、まあだけなんですけど、ちょっとね、徐々に、まあ、10ずつ、こう3番のね、じわじわこうテンポを上げていくっていう部分もやっていきますね。ダンダララ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 いいじゃないですか。まあね、これはね、すぐできたんで、お前何やねんこれってなるかもしれないですけど、まあ、何ていうの、だいぶ時間かかってもいいと思うんですよね。これも。で、この今72でやったんですけど、もう絶対止まらへんみたいな。で、なんやったらもうこれ余裕くらいの感じでできるようになったら次進むみたいな。例えば、まあこれで、なんか、で、なんかちょっと、なんか下手くそやな。なんかこういう、霊視堂々のところが動かへん。まあ、例えばですけど、その霊視堂々のところが動かへんな、みたいな、なってんのに、次進むんは、もう、それは。ちゃんと、スムーズに、このテンポで、確実に、止まらないで、動かせられるようにするっていうのが、ポイント。はい。じゃあ、次、80。途中なんですけど、これね、指の力を抜いてやったら、割とうまくいくんすよ。じゃじゃらら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 、なんかこの辺の関節をリラックスさせるっていうか。でもね、なんか、力を抜いたらいいみたいな、これ、まあ、どの楽器でもそうなんですけど、力抜いた方がいいに決まってるんですよ。余分な力になるんで。だからここもググググって力入ってたら、こう、指動きにくいじゃないですか。こう、こう、なんていうのもう、こう、力抜いて、こう、動かせられたら、もう一番ベストなんですよ。まあでもね、それがね、分かっちゃいるけど、これはできないっていうね。そこはまあ難しいですよね。だから力抜くって、言葉のこう、なんか雰囲気的に簡単っていうか楽な感じに聞こえるけど、なんか力入れるより力抜くの方が、まあむずい気するんですよね。まあちょっと思ったから、言っただけです。すいません。難しい。あ、今ちょっとタンギング抜かしましたね。お、
はい、ということで、じゃあ、仕上げのテンポ。ワン、ツー、ワン、もう一丁 !2、3、はい。はい。という具合で、できましたね。これ、まあYouTube なんで、一つ一つのテンポをすごい短縮にしてるんですけど、一つ一つのテンポがかなり長くなってもいいと思うんですよ。いいと思うっていうか、いいんですよ。だから、例えば、今日は、この1時間、2時間は、もうここのフレーズをひたすら同じテンポでやり続けるとか、これ、すごい、なんか無駄な感じするじゃないですか。こういうのがね、大事なんですよね。飽きるんすけどね。飽きるまでやるっていうのが結局、練習になるんじゃないかなって思うんですよね。ということで、速いフレーズを吹いてみた。みたいな。はい、じゃあ、そういう感じでした。どうもありがとうございました。はい、いかがでしたでしょうか。すごい細かい練習してるじゃないですか。これ吹けないんですけど、これ吹けないんですけどっていうちょっと聞いてくる人がいるんですけど、大体この辺のもうゆっくりからやるっていうことをやってないっていうところに最終的にたどり着くんですよね。なんとなく聞き覚えでそのテンポでわーってやってしまってできひんなってやっぱできないんですよ、それは。でこれはまあちょっと前もちらっと話したと思うんですけど、こんな細かい練習すんのって思うかもしれないですけど、結構ね、あんまねミュージシャンとかやってる人ってこの辺の練習ね苦労してないんですよ。苦労っていうか、なんかいやいややってるとかそういう感覚ないんですよね。なんか頑張ってやってますみたいな、なんかそういう感覚なくて永遠と同じことができる性質やと思うんですよ。これなんかもうそんだけ苦労して頑張ってはるんすねとか、なんかそういうことじゃなくて、なんか別に性格的にそれできてまうみたいな人がまあ多いと思うんですよね。まあそんなわけでこれはねなんかもうじゃ体育会系みたいですけど、まあ音楽って結構ね生まれるんってやっぱ体育会系みたいなとこあると思うんですよね。ということでちょっと頑張ってみてください。じゃあ今日はこれで終わりです。この動画が面白い、役に立ったと思っていただいた方は高評価を、チャンネル登録もよろしくね。バイバーイ。